ドキドキしていた。親父がジムニーを買う前から決めていたことがある。それはルーフキャリアの上に乗せるものは絶対にアルミコンテナだと。今までもキャンプなどでこのような大きなアルミコンテナを乗せてたわけだけど、このアルテックのアルミコンテナはやや問題も多かったわけで、このコンテナはドイツのもので、航空輸送で使われている信頼性の高いメーカーのものなんですけど、このサイズ感のものはね日本に売ってなかったし、あっても、めちゃくちゃ高額で、国内でねこのブランドの同クラスのものでも、2個で10万円超えだったので、個人輸入でねなんとか込み込みで4万円ぐらいで買ったんですよ、2個で。めちゃくちゃ怪しいサイトでしたけどね無事届いてよかったです。こういう箱物って大は小を兼ねるで、大きいものほどいいと思ってたんですよね。実際に大量の荷物とかね、サイズの大きなものを積む時なんかはね、かなり重宝してますけど、問題点もいくつかあってですね、で高さがあるんでね、風の抵抗が大きいってこと、走行時に、燃費が悪くなるのと、トップヘビーでバランスが悪くなるので、走行時のロールだったり、特に強風の時やね、高速で大型車の横を通る時なんかは、かなり煽りを受けて怖いんですよね。2つ目がね、荷物を入れると、重すぎて一人で運べない問題ね。キャリアにはまずその本体をね空の状態で乗せないといけないんですよ。そっから物をねこう出し入れするのでめちゃくちゃ手間がかかるんですよね。でアルミコンテナ以外にもいろいろな選択肢があって、例えば折りたたみ式のものだったりとか、樹脂製の安価で軽量なものだったりとかね、いろいろあるんですけど、僕も過去にね使ってきて個人的に外せない条件がですね、高い気密性、そして無駄のないフラットなデザインで、丈夫で長く使える堅牢性なんですよ。例えばこういったタイプのものは、湿気だったり、久しぶりに開けてみたら小さい虫が入ったりするし、で形が尻つぼみになっていて、スペースが無駄になるし、寿命も短かったりね、安くて軽くていいんですけどね、アルミコンテナの高い気密性はアウトドアの防水除湿にも効果的なんですけど、自分の場合は湿度の高い場所に住んでるんで、家で服とかね靴とか保管する際は、効果絶大なんですよね。あとフラットであることで無駄なくスペースを有効活用できるのと、スタック時の安定感、あとは見た目ね、あと長く使えるし、傷やへこみができてもね、味が出て使えば使うほどかっこよくなっていくのがいいんですよね。そこで親父が新たに選択したのがこのサイズのアルミコンテナだ。小ぶりで収納力はかなり劣るが、このサイズならではの良さがあるんだ。でこのサイズの良さは、中に物をぎゅうぎゅうに詰めてもね、なんとか一人で持てるってことですよね。この一人で持てるっていうのがとても重要で、家でね保管用のストレージとして使う場合の移動や、取り回しも楽だし、なんといってもその車のキャリアに乗せたり下ろしたりっていうのが簡単にできるんですよね。小さい分ね大きなものが入らなくなって、収納するものもね、選ばなきゃいけなくはなりますけど、やはり取り回しの良さという、優先順位を考慮すると、仕方のないねトレードオフなのかなと、割り切れてますよね。親父が今回買った4つのコンテナは BOC のものなんだけど、そのスペックを簡単に説明すると、リサイクルアルミを 95% 以上使用し、傷つきにくいマットなブラックパウダー塗装を施したスタイリッシュな外観。サイズは 60×41×23 センチの46リットルタイプ。重量は 4.5 キロ。スポンジラバーの巻かれた両脇のハンドルはバタつきのないスプリング固定式。開閉バックルには南京錠などを取り付けることもできる。スタッキングできるガイドが天板の四隅につくので、車での積載移動時に崩れる心配もない。仕様としては一般的なアルミコンテナといえばそれまでだが、現在いろんなタイプのアルミコンテナがあまた存在する中、なぜ親父は BOC を選んだのか。僕が買った BOC のものってバージョン2なんですよね。初代はオールブラックじゃなかったんで、スルーして、でデルタ MT の限定のものを買ったんですよね。でこれが入手困難でね、当時は3万円以上の価格で購入したんですよ。でその後すぐね BOC からオールマットブラック仕様のものがね2万円を切った価格でリリースされたので、ジムニーを買う前から4つ買うって決めてましたね。というのも3つ買ってね、全部で4つっていうのも良かったんですけど、ジムニーの場合縦とね横の配置で、5個いけるってことが分かったんでね、頑張っちゃいました。で実際に買ってデルタ MT と BOC 比較したんですけど、大きさ、各パーツの形状、あとね表面塗装の質感だったり、あとその他ディテール部分に至るまでね同じだったんですよ。唯一の違いはですね、天板のエンボスロゴと、フロントのエンブレムくらいかな。これで1万円以上も安いので BOC にしましたね。なんせ ×4 ですから、その他のメーカーでもね、似たようなものはいろいろありますけど、僕的にはねもう信頼と実績の BOC ですから、特に以前ご紹介したレブクロだったりコットだったり、そもそも僕が BOC を好きな理由はその製品ってどれを取ってもね一見目新しさはないんですよ。だけど地味にしっかりとね、高品質のものをスタイリッシュに、そして安く提供している安心感ですよね。尖ったものが好きなねガチなユーザーは別として、コスパの高さとか、品のあるスタイリッシュなデザインとかの
最大公約数的なねゾーンに向けたやりすぎない謙虚さがいいんですよ。サポートもしっかりしてますからね。あと実はね、車をジムニーにしてから、小ぶりな20リットルタイプのクーラーボックスも買ったんですよね。で、これもね、実は僕水面下で保冷力をね、他社と比較検証したんですよ。イエティと同等の保冷力で地味に活躍してくれてますよね。今後、車のキャリアに乗せるストレージとして、そしてキャンプギアとして、5個の同じサイズのアルミコンテナを活用していくわけだけど、単に物を収納する箱としてではなく、巷で話題となっているアルコンカスタムについて触れてみたい。よくアルミコンテナのテーブル側に使うこともあるんですけど、上に物を置いちゃうとね、蓋を開閉できなくなっちゃうんですよね。このシステムならね、そもそも蓋の開閉頻度も少なくなるのと、もしね、ボックス内にアクセスしたいと思ったら、天板パネル外せばいいので、めっちゃスマートなシステムだと思うんですよね。で、このカスタムの面白さはですね、要塞感のある変態的なユニークなね、見た目もそうなんですけど、割と機能的で合理的なところなんですよね。で、僕の場合は基本ボックスっていうのは一つあって、そこにはね、例えばデイキャンプって時に、単にね、音楽を聴きながらコーヒー飲んだり、簡単なね、食事とか、ワンストップでできるボックスですよね。で、焚き火するときは焚き火ボックスを別に持っていくみたいなね。モジュール式っていうんでしょうかね。カテゴリーや用途ごとにボックスを分けてしまえば管理が楽なのかなと。あと現場でもその準備だったり後始末がね楽にできちゃうのがいいんですよ。カスタムにもいろんな方法があるんですけど、僕の場合車のキャリアに乗せるのがね大前提なので、アルコンの蓋にね穴を開けたくないっていうと、あとはベースの部分ですね。そこにいろいろビス止めして付けたいので、厚めのね木のフレームにしたいっていうこと。あとはねアルミベースで、無機質になりがちなので、できるだけ天然素材、木ですよねを使っていきたいと。この3点をね意識しましたね。まずはベース。これは最初はテーブル天板に使おうとキャプテンスタックのスノコのね安いセール品を買ったんですけど、微妙にサイズが合わずで、仕方なくね半分にカットして、ベースで使うことにしたんですけど、これがねいろんなものをね、ゴムで留めたりフックつけたり、大きさも厚さもちょうど良かったんですよね。難点はちょっと奥行きがあるのとちょっと重いかなっていうところでしょうかね。で、最大の課題はこの重いフレームにですね、さらにいろんなものを乗せるに十分なね強度を、アルコンの蓋にね穴を開けることなくどうやって支えていくのかっていう。で、僕が出した答えとして、まずはね超強力両面テープで鉄板を貼り付けて、そこに超強力マグネットをフレームにつけました。で、このマグネットがね超強力なので、外す時に抜けないようにしっかりとねアンカーネジで固定してます。で、これマジで強力すぎて、フレームをずらすだけでも相当なパワーが必要なぐらいしっかりと張り付く磁力なんですよ。で、重要なのは取り外しができる仕様なので、外す時にね鉄のバーがいわゆる剥がれないレベルで強力な両面テープじゃないとダメなんですよね。しっかりと脱脂して貼って、いろんな環境で試しましたが、今のところ問題なくね貼り付いてます。ランプだったりモバイルバッテリーを装着するのにモップホルダーをねビス止めしたんですけど、色がいまいちだったんで塗装しましたね。で、これはこのシステムの肝と言って言いそうで、ぐっとかっこよくなるんですよね。あとねフレームが厚いので穴を開けてねフックをかけれるようにしました。で、ここで使用しているフックゴム類は全てセリアで揃えましたね。で、テーブル天板用のウッドもセリアのものをオールドウッドワックスで塗装してます。このウッドは強度がいまいちですけど、なんといってもね軽いのがいいんですよね。で、次の課題としてアルコンの蓋をね開けるとトップヘビーになってねその不安定になることですね。あと足になるフィールドラックにも微妙にそのサイズが合わないので、しっかりと固定するのにバンジーコード的なゴム紐で前後左右計5本のコードで固定したのと、中が空になってね軽くなってしまうので、不安定な場所では前面をペグで固定するようにしてます。で、これは JA で買った農作業用のペグで、いろんなサイズがあってね安いんでね1本70円ぐらいだと思うんですけど、このアルコンのいいところってクランプのついたものをアドオンできることで、ここではランタンスタンドとしてマイクアームを使ったり、小さいランタンスタンドをね好きな場所で挟んで使えるのでね、すごく楽しくなりますね。あとは隙間にね別のアイアンバーを貼り付けて、こちら側にはスマホホルダー、こちら側には温度計とかをマグネットで付けたりしてます。地味なところとしてはここで小さいダストボックスを引っ掛けるのに、これも100均の窓ストッパーっていうんでしょうかね、固定して引っ掛けたりとか、ペーパータオルをティッシュボックスに入れて、これもね100均のフックに引っ掛けて、全体的にまとまりのある感じに仕上げてみました。で、僕の場合はキャンプで割と凝った料理をすることが多いんで、こういったテーブル的なね、いろんなものを置けるスペースはね大いに越したことはないんですよ。なのでこのスタイルはねしばらく続きそうな気がしますね。あとね、今まで気になってたのが車のキャリアに積んだ際に色が黒じゃないですか。特に夏場は表面がね手で触れないほど熱くなるんですよ。で、今回のカスタムで、両面テープが剥がれるんじゃないかとかね、
あとバッテリー製品だったりガス管をね入れてるから、コンテナ内の温度は大丈夫っていうね疑問でテストしましたよ。この2023年8月の猛暑で山でも気温が30度を余裕で超えた日が続いたんでね、もうすごい暑い日に、日中その直射日光の下で置きっぱなしで温度を計測してみたんですよね。表面はめちゃめちゃ暑いんですよ、触れないくらい。だけど中はね思ったほど温度が高くなかったんですよね。でむしろ直射日光が当たる車の車内の方が暑いんじゃないかなって思うぐらい。とはいえね40度超えてたし、基本ガス管は40度以上の場所に置いてはいけないってことになってますから、ガスとかねバッテリーなんかはエアコンの効いた車内でね、運ぶのがよろしいんじゃないかなと。ちなみにコンテナカスタムの両面テープは何回かね試しましたけど剥がれることはなかったですよね。もしね元に戻したい場合も両面テープに厚さがあるので、カッターでねカットすれば手軽に、そして綺麗にね元に戻せます。ということでね、アルミコンテナ僕は長い間使ってますけど、アウトドアのギアとして、あと家や車のストレージとしてね、なんといってもかっこいい。置いておくだけでねおしゃんなオブジェとしても機能するっていう、買ったら一生ものっていうか、もう持っててねこれいらんわとはならないんですよ。で一つは持っていてもね損はないよっていう、このねアルミコンテナのカスタムに決まりはないので、自分なりにねいろんなアイデアで、自分好みの自分のスタイルに合ったカスタムができるっていうのはねめちゃくちゃ楽しいですよ。おすすめです。ではまた。